暑いですね。前回の動画の時がちょうど梅雨が明ける直前のような時期だったんですが、今もう梅雨が明けて夏真っ盛りという感じで、日中35度とか言ってますが、実際には37度ぐらいあって、カメラなんてもう外で撮影できないぐらい暑いんですね。今週末はまた県北に行こうと思ってたんですが、写真集の最終構成があるので、それを済ませてからなんで、8月入ってからまた県北に逃げようかなと思っています。今回は前回の動画で撮影した風景の紙焼きをやっています。 6×17 を紙焼きするにあたっていろいろ前もって考えていたことがあったので、今回、実践しています。やり方っていうか材料は説明しますけども、はっきり言って今回あんまりいい紙焼きではありませんでした。今回使ったのは、ピクトリコの、デジタルカメラで撮影したデータを紙焼きにできるようにフィルムに印刷するフィルムのような素材があって、それを見つけた時に、フィルムのリュープができるんじゃないかと思って、今回、6×12 のメガが少しムラがあったので修正して彫りとか取って、それを完全なデータフィルムとして作って紙焼きしようかとやったんです。フィルムの実際の同じ大きさのフィルム印刷を用意したのと、あと紙焼きにする時のベタ焼きと同じサイズのものを用意して、なるべく解像度、自分のコンピューターのできる限りの解像度で印刷したんですが、どちらもやっぱり納得いくものではなかったので、やり方が悪かったのかこういうものなのかっていうのがちょっと自分には分からないので、もう諦めた次第です。今ちょうど 6×17 を現像しているところです。使ってるバットがダイソーの100均のトレーで、これも10回ぐらい使うともう染み出してしまうので使えなくなってしまうんで、もう今回これで漏れてたので処分してしまいました。大きいバットは専用の持ってるんですが、ちっちゃいの持ってなくて、今回、ヨドバシで買いました。昔からでかいバットしか持ってなくて、ちっちゃいのまだ売ってたので買いました。今、定着液につけてるところですね。なんでしょうね、コントラストとかそういったものはある程度 RC ペーパーなのでフィルターワークで補えるとして、解像度がかなり落ちてしまうのだけがなんでかよくわからなかったですね。
ペーパーはイルフォードのこれは小四つですかね。小四つ切りを半分に切って 6×17 ちょうどいいんで実際のサイズですね。ベタ焼きにしたんです。ベタ焼きにする際、フィルムと紙の間浮いたらボケると思って一応無反射ガラスでも試したんですが、結果は同じで、ピントルーペ使っても結構粒子が見えてたので、多分フィルムに印刷する際にもすでにある程度ボケてしまっているような気がしますね。かなり解像度上げたんですが、うちのコンピューターではちょっともう無理でしたね。2800dpi まで下げたんですが、ちょっと使えるものではありませんでしたね。使えるとか見栄えがいいとは言い難い解像度でした。まあこうやって見る限りは問題ないのに、ちょっとコンタクトプリントですからかなりコントラストが上がってプロがかなり潰れたような感じになるんですが、こういうとこはフィルターや時間でなんとか補えるにしても解像度が全然出てないのでやめました。これが今見えてるフィルムが印刷したフィルムです。メガ発展して作ったんですが、これがピクトリコのメガフィルムですね。結構高いんですが、買ってみたところって感じですね。自分のやり方がもっと悪かったんでしょうけどね。もっと解像度を上げないといけないのか。デジタルカメラの解像度ならこれでフィルム印刷したら結構よく映るのかちょっとわかんないんですけどね。かなりこれを見つけた時期待をしたんですけども、 6×12 とか 6×17、 また普通使ってるフィルムも結構ネガが傷ついたりしてるのもありましたから、これはフィルム自体から焼き付けたもんですが、そこに見えるちょうど目立つ位置にムラができてしまってて、レンズムラなんですが、あれが撮りたくて印刷したんですけどね、ダメでしたね。これが左側のがデジタルで印刷したものですね。もうフォトショップでワンタッチで消せれば少し青みがかってるのが
インクジェットですね。これを後でモノクロ印刷なので色味は修正できるので、最後のに見せるやつはかなり近寄ったものができてますけど、さらに色修正はするつもりですけどね、かなり近寄ったものにはなったと思うんですが、ペーパー使ってるペーパーの質自体もあると思うんですが、色味の出方とかこっちが下の方がインクジェットプリンターで出力してますね。もう少しコントラストと色味を近づけたいところですね。黒の色は絶対的に紙焼きの方がいい色っていうのは分かってるので、なるべくそれにこれから近づけていきたいなと思いますが、かなり近づけれるとは思いますね。全然解像度がダメですね。ボケボケになってますよね。やっぱりデジタルの方がポスターとかもロゴがしっかり読めますからね。この辺はもう諦めてピクトリコはもうダメだななんて思ってるところですね。これ1987年のホワイトライオンのアルバムなのが買ってしまいまして、当時買えなかったもんですからお小遣いは2500円で高校生の時に買ってしまった。僕が好きなのが2曲目のロンリーナイトと5曲目のレディオブザバーレイですか。あれ好きなんですけどね。サイド2はなんかシングルカットもあるみたいで有名らしいんですけど、音は出せませんよ。著作権でアウトになってますからね。当時はこのレコードじゃなくて黒とラベルも違いますけど、これは再販されたやつですね。去年ぐらいに。このアルバム結構好きなんですよね。いいですよねこれね。ち
ちょうど高校を卒業するぐらいですかね。東京に予備校に上がるぐらいだったと思うんですけど、懐かしいですよね。この筋が入ってるやつが無反射ガラス使ったんですが、ガラスの無反射のドットっていうかムラが見えますね。無反射ガラスって違う、もう30年ぐらい前に買ったやつなんで新しいの買おうかなと思ってるんですが、やっぱり紙焼きの方が色がねいいですけどね。多分もうちょっと色調整してやっていきたいと思いますね。でこのロールのやつが最新のやつですね。この間昨日か印刷してみたんですが、かなり近づいていったと思います。もう少し赤みがあったらかなり近くなると思いますね。これでもういいんじゃないかなと思って、 6×12 と 6×17 はもうインクジェットでいいかななんて、無理に紙焼きしなくてもいいかななんて思ってますね。上のこれはマット紙なんですが、こっちは光沢で、インクジェットはもう光沢かマットしかないんで、普段紙焼きはパールを使ってるんですが、半光沢でいいかなって思ってますね。かなり解像度はやっぱりインクジェット出てますから、やっぱこれぐらいじゃないとダメですね。という今回はやっぱりインクジェットでできるものはインクジェットで、紙焼きでいいものは紙焼きでというお話でした。